皆さんこんにちは。いつも理にかなっていないことばかりしてくる上司についに噛みついて処分を待っている投資家カモーラレです。今回の動画のテーマはサムネイルにもありますように、先週からマーケットを賑わしているシリコンバレーバンク、ここの破綻から始まった銀行に対する信用の懸念、これが連鎖するのかというテーマです。すでにシリコンバレーバンクとシグニチャーバンクという2つの銀行が潰れましたけれども、今後にかけてこの不安が続くのか、焦点が当たっている、リスク視されているさらなる2つの銀行、これについてまとめていきたいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いください。それではまずは何が起こっているのか、この動画をいつもご覧いただいている熟練の投資家の方たちでしたらもうご存知かと思いますけれども、基本的なところマクロ経済の観点からご説明していきますと、まずはアメリカをはじめとする世界各国のインフレ、急上昇している物価の高騰というのを抑えに行くために、パウエル議長をはじめとする FRB 政策当局者が政策金利をどんどんと引き上げていった。これによって景気が失速し、物価の上昇が抑え込めるという魂胆でしたけれども、だんだんと成果は現れてきていました。ただこの政策金利の急激な引き上げというのは同時にですね、債券の利回りも上昇させます。米国債はじめとする利回りの上昇、債券の利回りが上昇するというのは、すなわち債券の価格というのは下落するということと同義になります。そうするとですね、米国債をたくさん持っていた銀行というのはとても困るわけです。自身が持っている資産価値が下がるわけですね。そして別のところではもう一つの立場、困っているのは政策金利をどんどんと引き上げられて資金繰りが苦しくなってきた成長企業をはじめとする主にハイテク関連の企業、こういったところがですね、資金繰りのために銀行から預金を引き上げる。これによって銀行としては債券の価格は下がるわ、預金は引き上げられるわということで、ダブルパンチの状態になったシリコンバレーバンクが破綻したわけです。これを受けて金融システムの信用に懸念が広がったわけですけれども、この状況を受けて金融政策の当局者、パウエル議長は政策金利の引き上げを一旦止めるんではないかとマーケットで見られていますけれども、これまで見られていたような高い水準、急激なペースというのは必要なくなったかと思います。というのもですね、そもそも銀行が破綻する、さらには一般企業が苦しんでいるというこの状況ですね。これまで懸念されていたようなハードランディングの展開ではありますけれども、一気に経済が潰れてしまえば自動的にインフレというのは収まるから、これ以上政策金利を引き上げる必要がなくなるというわけです。さて先ほどのシナリオで銀行はダブルパンチを食らって潰れた、そのうちの一つがシリコンバレーバンクというわけですけれども、なぜこの銀行が潰れたかというと、シリコンバレーという名前がついているようにスタートアップの企業に預金が偏重していたため、政策金利の引き上げによって資金繰りが苦しくなったスタートアップの企業たちが一気にこぞって預金を引き上げたため、そして後ほどご覧いただきますように、この銀行はかなり保有している証券にも偏りがありました。もう一つ破綻した銀行はシグニチャーバンク。こちらはまた先ほどのシナリオには出てきていないですけれども、偏りがあった。それは何かと言いますと、仮想通貨に対する偏り。このアメリカの2つの銀行、S&P500 にも採用されるようなそれなりの規模の銀行ですけれども、破綻してしまった。そして今足元で次に危険視されている銀行、冒頭申し上げたリスク視されている2つの銀行のうちの1つですけれども、ファーストリパブリックバンク。これが本当に危うい状況なのか、連鎖が続くのか、それともここで止まるのかというのが瀬戸際の注目されている銀行です。後ほど詳しいデータでこの銀行が大丈夫なのか否かというのをご紹介したいと思います。さて今ご覧いただいた3つのアメリカの銀行、今回の騒動で初めて名前を聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。もっと有名な大手の銀行、誰もが知っているようなグローバルなシステム上重要な銀行というのがアメリカの銀行規制上定められたこちらの7つの銀行があります。こういったところまで波及してくると本当にリーマンショックのような潰れるとリスクの高い銀行ということで設定されていますけれども、この辺は大丈夫なのかというのも合わせてデータをご覧いただきたいと思います。このグローバルなシステム上重要な銀行というのとそれ以外の銀行というので分けて
お話ししていきますので、その区分というのを頭の片隅に置いていただきながら、ここから先の説明を聞いていただければと思います。それでは2番目のテーマとして、自己資本比率、その中でも金融機関、銀行に使われる評価として、有形自己資本比率というのをご紹介したいと思います。まずはですね、普通に自己資本比率、銀行がそれぞれ足元の状況、自己資本比率は十分に確保できているのか、そして銀行に対する規制上、政府が定めている自己資本比率最低必要としている比率とどれくらい余裕があるのかというのをご覧いただきたいと思います。銀行の自己資本比率を高く設定することで、マーケットがクラッシュした時により安全なクッションを設けるわけですけれども、まず潰れてしまったシリコンバレーバンクに関しては有価証券の保有高がそもそも高かったというのがあります。どれくらい高かったかご覧いただきますと、有価証券の比率は右側ですけれども、青の棒グラフが銀行全体の平均、オレンジがシリコンバレーバンクで平均で 24% の有価証券投資比率に対して 58% も持っていました。そして左側の貸出預金比率というのは預金のうちどれくらいを企業の貸し出しに回しているかということですけれども、銀行はだいたい 67%、3分の2を貸し出しに回しているのに対してシリコンバレーバンクは 43%、貸し出しに回すよりも有価証券で運用をしたいという思惑が強かったようです。そしてその有価証券の割合の中で高かったのが米国債。先ほど申し上げたように政策金利をどんどん引き上げて利回りが上がってしまった。すなわち債券の価値は大きく下がってしまったということで、シリコンバレーバンクが持っていた有価証券、債券の価値はとても下がってしまったという状況。そんな中で預金を引き上げたいという企業が殺到してしまうと、持っている有価証券を売らざるを得ないということで、投資していた債券からの損失が実現損として避けられない状況になったわけですね。そして自己資本比率を計算する際に有価証券の評価を2種類に分けて行います。一つは売買可能有価証券、そしてもう一つが満期保有目的の有価証券。それぞれ評価損益が出ますけれども、自己資本の計算にカウントするかしないかというのはこの2つで分かれる。そして先ほどご覧いただいた金融システム上重要な大手の銀行とそれ以外の銀行というので参入方法というのはさらに分かれてきます。売買可能有価証券は主に株式、投資信託など満期保有目的の代表的なものは債券などですね。こういったそれぞれの有価証券を銀行規制上自己資本比率にカウントするのか、さらにはバランスシート上の資本比率に参入するのかというのをそれぞれご覧いただきながら、今後規制が強化されるとしたらどんな風に変わっていくのかというのをデータでご覧いただくわけです。さて、お待たせいたしました。アメリカの銀行の自己資本比率がどうなっているか実際のデータでご覧いただきますと、まずは平均で左側が先ほどご覧いただいた金融システム上重要な銀行、青の棒グラフが平均で、規制として必要とされているのが赤の棒グラフです。そして右側はそれ以外の地方銀行のデータとなります。まずは重要な銀行の方ですけれども、平均で 12.3% の自己資本比率があり、規制は 11.1% ですので、結構余裕でクリアをしている。ただ先ほどご覧いただいた有価証券の種類のうち評価損益をカウントしているのは売買目的の有価証券まで、満期保有目的の有価証券に関しては自己資本にカウントしていない。つまり米国債の時価評価は行っていないということになります。さらに地方銀行の方、右側ですけれども、こちらは平均 9.5% の自己資本比率に対して規制は 7% ということで、重要な銀行以上に余裕が見られるわけですけれども、こちらに関しては満期保有目的の有価証券、これを時価評価せずにカウントしている。さらに売買目的有価証券に関しても時価評価は参入するか選択をできます。つまり下がっているのであれば評価損益を参入しない方が自己資本比率は計算上引き上がりますので、本来銀行の手元で積み上がっている売買損益よりも高く見える傾向にあるわけですね。これをそれぞれ今回の騒動を受けて規制を厳しくしましょうと仮になった場合、どれくらいの数値に変わるかというと、青の棒グラフ、それぞれ1段階ずつ厳格化したルールで自己資本をカウントするとご覧のようになります。まずは重要銀行の方ですけれども、満期保有目的の証券、これを時価評価して損益参入しますと、一気に下がって 4.6% まで自己資本比率は薄くなります。やはり米国債の価値の減少というのがかなり大きく響く。ただこの場合ですね、規制に引っかかるではないかという見方をするんではなく、規制自体も満期保有目的の自
時価評価をカウントした規制の割合というのを設定する必要があるわけですね。ただ、パウエル議長が行ってきた急激な利上げが銀行をどれくらい苦しめているのかというのは、この数値からもお分かりいただけると思います。そして地方銀行の方は 9.5% から青の棒グラフ 7.8% とあまり下がってないかもしれませんけれども、こちらはですね、1段階売買可能有価証券の時価評価をしたときに発生する損益を算入した場合となります。こちら売買可能有価証券は株式や投資信託が中心ということで、自己資本比率は微減にとどまっていますが、ここにさらに満期保有目的の米国債評価損益をカウントすると、地方銀行もかなり苦しい数字になるんではないかというふうに見えるわけですね。そこでマーケットが銀行の自己資本比率を評価する別の指標、規制とは関係なくですね、一般的に金融機関が大丈夫なのか見極めるときに使われる有形自己資本比率というのがあります。これは規制であったりバランスシート上の自己資本比率ではなく、仮にですね、今回のような有事の際に即現金化できる自己資本の割合というのを計算するわけですね。即現金化するということなので、先ほどご覧いただいた有価証券の種類、売買目的であったり満期保有目的、これに関わらず手元の流動性評価損益をカウントした上での自己資本比率を見ていくわけです。そうするとですね、重要銀行の方は有形自己資本比率 6% で評価損益をすべて丸々加味しても 4.9%。一方で地方銀行の方は 5.6% と 5.1% ということで、意外と地方銀行の方は評価損益をすべてひっくるめても重要な銀行とそれほど変わらず 5% 前後で有形自己資本比率を保てているというのがお分かりいただけると思います。一方で潰れたシリコンバレーバンクですけれども、この有形自己資本比率を見るとマイナスに突っ込んでいたということで、ここまで特殊なひどい数値の銀行というのは他に見られない、そこまで波及する心配がないのではというふうに見られているわけです。それでは今ご覧いただいた有形自己資本比率のデータ、平均ではなく各銀行それぞれ並べてみたときにどんな数値になっているか、合わせて株価の推移もご覧いただきますと、まずはシステム上重要な銀行たちですね。一番右側 TCE 比率が有形自己資本ですけれども、一番低くても 4.5% という水準を維持していて、先週末から今週の頭にかけての株価推移、2月末対比で何%下がったかご覧いただくと、各銀行かなり下がっていますけれども、一番下がっているところで約 18% の下落ですね。一方で株価の下落という意味ではもっとひどいのが地方銀行の方ですけれども、こちら代表的な地方銀行をご覧いただきますと、3月13日の時点で株価が最も売り込まれている、黄色くハイライトしているファーストリパブリックバンクです。一方で TCE 比率ご覧いただきますと 4.8% ということなので、自己資本比率としてはシリコンバレーバンクのようなひどい数値ではない。むしろそれよりも低い数値の地方銀行もあるということですね。ただ先ほどの重要な銀行の下落幅よりは各銘柄倍近く下がっている。2月末からは 30%、40% の下落というのも多く見られる混乱がまだ続いているという状況ですね。さて今回の動画3つ目のテーマですけれども、沈静化までの戦略ということで、今アメリカの銀行の中でリスク視されているファーストリパブリックバンク、シリコンバレーバンクとの違いということで、預金者の属性の偏り、預金の増減、そして米国債投資の割合についてそれぞれ比較してご覧いただきますと、シリコンバレーバンクの預金者の属性ですね。シリコンバレーのスタートアップ企業が 90% を占めていたのに対して、ファーストリパブリックバンクは特定の業種からの預金、マックス最大で 10%、ハイテク関連の企業に関しては 4% にとどまっています。これが偏り高いのか低いのかというのはわかりませんけれども、少なくともシリコンバレーバンクはとてつもなく高いというのが評価できます。さらに預金の増減に関しては2022年マイナス160億ドル、かなりシリコンバレーバンクから引き下ろされたのに対して、ファーストリパブリックバンクはプラスの200億ドル、預金に関してはむしろプラスになっています。そして先ほど申し上げましたけれども、シリコンバレーバンクは米国債投資をあまりにしすぎた。預金のうち 70% にも達することが最大であったのに対して、普通はですね、銀行というのは預金を預けられれば貸し出しという形で運用するのが大半を占めるはずなんですが、ファーストリパブリックバンクは 15% の米国債投資ということで、ここの割合も
そこまで高いというわけではない通常の形になっています。そして JP モルガンから700億ドルの流動性を確保している。預金全体が2200億ドル程度ですので、よっぽど預金者の引き下ろしが殺到しない限りは700億ドルでこと足りるというはず。ここは希望的観測ですけれども、今注目されているファーストリパブリックバンクが連鎖を止めてくれれば沈静化に向けていくというところですね。ここまでアメリカの銀行の状況についてご覧いただいたわけですけれども、そんな中ですね、今週中頃から急激にマーケットでリスク視されたヨーロッパの銀行、今リスク視されている2つの銀行のうちのもう一つですね、クレディ・スイス。むしろこちらの方がマーケットに混乱をもたらしています。簡単にこの銀行が何をしてきたのか、いろいろとんでもないことをしてきたわけですけれども、まず一つ目はですね、麻薬組織のマネーロンダリングに使われた。さらには元従業員がスパイをやっていたというような事件もありました。そして顧客データをマスコミに垂れ流したり、さらにはこのイギリス人、こいつ誰やと思われたかもしれませんが、破綻した金融ベンチャーのグリーンシルキャピタル、ここと規則に抵触するような関係性があった。さらにはもう一人、こいつ。この人は少し有名かもしれません。こちらも破綻したアルケゴスキャピタル。こことも関係性を持っていたということで、クレディ・スイスの顧客は内部統制がどうなってんだと、ちゃんとリスク管理してんのかというふうに呆れているわけですね。これらの事件によって信頼を失ったクレディ・スイスは顧客から預金をどんどんと引き下ろされることになって、四半期ごとの預金残高ご覧いただきますと、昨年の年末にかけて一気に預金が引き下ろされたということですね。これを受けてクレディ・スイスは立ち直りの政策、取っているわけですけれども、1月に預金の減少が下げ止まったと、ようやく立ち直りの兆しを見せたところで、先週からいろいろな問題が起きてきた。まずはアメリカの証券取引委員会に問いただされた年次報告書の公表、これを延期したのが先週末。いろいろ不祥事を起こしてきたクレディ・スイスが報告書を出せないとなってくると、マーケットでは疑心暗鬼に陥ったところをアメリカのシリコンバレーバンクがさらに刺激を追加。その後シグニチャーバンクの破綻も挟んで、週が明けてですね、筆頭株主サウジアラビアの銀行ですけれども、ここが追加投資を規制の関係でできない否定をすることによって一気にクレディ・スイスに対する破綻リスクが急上昇したわけです。ただこの動画を作っている木曜深夜時点ではなんとかですね、スイスの国立銀行、中央銀行が流動性を7兆円支援すると枠組みを用意しているということで、少し懸念が和らいできているという状況ですね。ただこのクレディ・スイスは先ほどのアメリカの銀行で言うと当然金融システム上重要な銀行、いわゆる潰せない銀行ですので、ここが破綻するといったような一大事になると、これは14年ぶり2回目のショックが起こるかもしれないというわけですね。金融システム上潰してはいけない銀行、裏を返せば大きすぎて救えない銀行とならないようにうまく舵取りをしてほしいところです。ということで最後にですね、戦略としては非常に神経質なマーケット展開となっていますので、しばらくはですね、あまり景気敏感株であったり、とんでもなくボラティリティが上がっている銀行、金融関連の株というのは触らずにですね、とはいえいつ回復基調に入るかというのもわかりませんので、保守的にここは一番下の内需あたり、電力ガスや運輸物流、医薬品といったところ、こういったところは PBR 低めの銘柄もまだ残っていますので、逃げ場としては有効な銘柄が集まる業種ではないかと考えられます。さらには中ほどの食品というところもPBR は少し高めですけれども、内需関連の業種として有力な候補かと思います。具体的な銘柄に関しては、この動画の2、3日後にお出しする動画で、低 PBR の銘柄というテーマでご紹介しますので、よろしければそちらもご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。